それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、春、出会いはありますか？ということで、新しい出会いについて見ていきます。よろしくお願いします。こちら、新しく出会う方の特徴についてもうすでにカードを出しています。では、まず最初にね、特徴からお伝えしていきます。まず外見からいきましょうか。この1番をお選びいただいた方は、新しく出会う方、骨格ストレートのタイプの方とか、あと濃いめの顔立ちっていうのが出てきています。そうですね、しっかりした骨太の方かもしれません。そしてコシのある髪の毛や、あと目の色素が薄い方の可能性が高いです。温かみのあるお洋服を着ていて、決して派手とか華美ではないんですが、そうですね、ナチュラル系のお洋服を着ていると思います。一部では年下の方の可能性も高いです。そしてイニシャルは S、T、M、P です。可能性の高い星座としては水亀座、そして射手座、ヤギ座、牡牛座です。そして数字も見ていきます。5番、8番、14番。この数字はこの方の特徴、もしくは出会いの時期としても取り入れてください。ここに、冥王星のカードが入っています。このカードは再生と解放を表すカードです。一度終わったものを再び蘇らせるとか、しがらみから解放していく、そのような意味もありますから、特徴としても捉えることができます。性格としてもね、その再生、解放っていうのが入ってくるかもしれないです。そしてこの方は基本的に穏やかで平和的な方です。周りからの信頼も厚いでしょう。あなた自身も信頼のおける人としてこの方のことを思うと思います。また賢く立ち回る人、そして集中力もあります。情報通で様々な情報を取り入れるのが得意でしょう。表面上穏やかに見えるんですが、人の行動、言動っていうところをよく見ています。そして判断するっていうところを持っていますね。観察力が鋭い方です。また適応力、対応力もありますので、変化の波に乗る力があるんです。変化を乗り越えていくような方、様々な変化がある中で、それをうまく乗り越えて波に乗っていける方です。お仕事としては接客業や人の助けになるようなお仕事をされている可能性があります。人を助けるっていうことがこの方の持っている性格なので、それを活かしたお仕事をされているかもしれません。または飲食店に勤めていたり、あとは資格を持っているっていう方もいます。そうですね、可能性として高いと思います。いろいろな変化がある中で、人の間にとってバランスを取るのがうまい方なので、中立させるような行動を取るかもしれません。はい。そうですね、このように入ってきました。そしてここに出しているカードが出会いの場所やポイントとなってくるところです。この方全体的に変化っていうのが入ってきますので、出会いの場所も物事の流れがある場所、時間の経過を感じられるような場所だったり、場所そのものが移動するとか、流れを感じるような場所がポイントとなってきます。光やライトアップされた場所かもしれません。そしてあなたが目的を持って向かった場所という可能性も高いです。例えば出会いを求められるような場所です。あなたが今思い浮かべる中で、自分がもし出会いを求めていくとするんだったらここじゃないかって思うような場所、そこにあなたが向かっていたところに良い出会いがあるのではないかっていうのがね、入ってきています。はい、ここまでが新しく出会う恋愛関係に発展しそうな可能性の高い方の特徴を見ていきました。はい、こちらたくさんのカードを出していますので、あらかじめオラクルカードをたくさん引かせていただいています。ぜひこちらの方の特徴を捉えておいてください。はい、パッと見基本的に穏やかな方なんですよ。はい。なので、優しそうな方だなとか、そのように感じるかもしれません。ごめんなさい。ちょっとだけここ、綺麗にします。申し訳ありません。こちら少し綺麗にいたしました。では、早速見ていきましょう。まず、今現在のあなたの出会い運っていうところを見ていきます。こちらね、新しく出会う可能性の
高い方や場所っていうところをまずここに置かせてください。で、まず見ていきましょう。そうですね。こちらのタロットカードからあなた自身の出会い運はどうでしょう、コンディションはどうでしょうっていうところをもらっていきます。はい、ではこちらからもらっていきます。はい。良さそうですね。カップの9、カップの2番入っています。あなた自身の出会い運っていうところなんですが、今ね、その出会いを求めていますっていうことで前提で見ていきます。なので、そのあなたとしては出会いを求めていきたいっていうお気持ちもありますし、恋人が欲しいとかね、あともう出会ったら良い人と出会って良い交際をしたいとか、確実にお約束できるものが欲しいとかね、デートの約束をしたいとか、ただいろんな出会いを求めるだけじゃなくて、その中で自分の中で求めている理想だったり、あなた自身の中でこういうのがいい、こんな出会い方がいいとかっていうものがちゃんとできています。イメージができているので、ご自身で出会いを求めていこうっていうお気持ちもありますからね。積極的なお気持ちっていうのも出てきていますから、胸がドキドキするとか、いい出会いないかなとかね、そういうお気持ちで今いらっしゃると思います。実際に出会いの場に足を運んでいるよっていう方もいるでしょうし、この後の流れっていうのもとても良いので、出会いを求めている方っていうのは、ここいいですね。カップの2番、良い出会いが期待できるんじゃないかっていうところが出てきています。出会いはね、ありそうです。あなたのコンディションもいいです。いや、私恋愛する気なれなくてっていう方だとしても、これから先ガラッと流れが変わるようなことが訪れると思います。この幸運を手にしていけるかどうか、ラッキーチャンスを自分で掴み取っていけるかどうかっていうのがポイントです。で、あくまでも今はこれ出会いを求めている方向けで見ていますので、今好きな人がいてとかね、その方々はちょっと言葉を置き換えてご覧になってください。出会い運としてはとても好調です。出会う方の特徴なんですが、あなたと全くタイプが逆の方かもしれません。物の視点が違うとか、捉え方が変わってるなってあなたの中で思ったりとか、また最初の印象としては自分の好みの人じゃないかもって思うかもしれないんだけれども、そこで仲を育んでいくことによってこの方だっていうふうに思えるような流れになっていくと思います。割とこの方行動が早くてスピーディーな方っていうのがあるんです。物事をストレートにはっきり言う方かもしれません。先ほどお伝えした特徴の他にもね、こういうところがあるよっていうところで見てください。バランスをね取ってくれるところはあるので、争い事とかはしないですし、また好まないですしね。ただ立て直すところや改善するところがあるのであれば、自分から動いて改善していこうとかね、それが周りのためになるんだったらとか、誰かのためになるんだったらっていうことで自らが働きかけていくようなところはあります。なので行動力はあるんですよ。うまく立ち回っていって、なるべく平和的に解決するようにっていう流れではやっていくので、そんなに厳しい人とかではないんですが、そうですね、あなたにとっては刺激の強い方になるかもしれません。刺激的な方だなとか、でもただこの人と出会うことによって自分のものの見方が変わったりとか、良い風になっていくんです。そんな見方もあるんだねとか、そんな世界もあるんだっていうことで、知らなかった世界に自分が足を踏み入れていくような感覚、まさに季節が巡ってきたかのように、あなたに春が訪れたっていう風な感覚になると思います。
だから最初にこの人のことをすぐね拒絶するとかではなくて、なんか仲良くなれないかもとか思うんじゃなくて、できる限りこの方の良い部分っていうところを見つけていこうっていう風にあなたが視野を広くしていくと、仲がぐっと近づいていくと思います。この人もね、あなたの動きとか周りのこととかっていうのもよく見ているタイプなので、じゃあどうするこうするみたいなことでお互い足踏み状態になるような場合もあるんです。その時にあなたの方から手を差し伸べていくと、この方も自然と歩み寄りやすいんじゃないかなっていうのがありますよ。なので最初はどうやってアプローチしようとか、なんか自分と考え方違うかも、合わないかもとか思うかもしれないんだけど、でも新しい世界を教えてくれるような方なので、ぜひこの方との交流を深めてみてください。また深めていきたいってあなたが思うでしょうしね。そして何かあなたが困ったこととかがもしあった場合に、この人が助け舟を出してくれる可能性があります。出会ってすぐなんですけど、その時に手を取り合っていきましょうねっていうのが入っていました。はい、出会い運としてはとても今ね、ここ好調です。この春とても良い出会いがあるのではないかっていうのがあります。で、カップの9がアドバイスカードに出てきています。これはあなたの理想を叶えるためにっていうことがキーワードとして入ってくるんですが、これはね、2通りあります。自分の理想を叶えるためにあなたが進んでいくこともあるでしょう。自分から行動を起こしていくとか、相手から働きかけてきてくれたことに対して受け取っていくってね、それもその受け取りのやり方っていうのがまだなんかしっくりこないというか、出会ったばかりだから慣れていないっていうのもあると思うんですけど、ギクシャクしちゃうような、どっちから返事すればいいのかなとか、どっちから連絡すればいいのかなとかね、そういうところで悩んだりとか、相手はどう思ってるんだろうとか、まだわからないっていうところから、模索しているようなところから少しずつ歩み寄っていくような流れになっていくので、なので自分の中でどんな流れがいいのかっていうところを確認していきながら踏み込んでいくことだったりとか、流れ的に自分の理想の流れになっていくように描いていくようにね、自分で進めていくことや受け取っていくことっていうのがポイントです。出会い運自体はとても良い。あとはどのように生かしていくのかっていうのがポイントになってきそうです。ということで、そうですね、やり取りがどちらが初めにやっていくのとかね、そういうところですね。 LINE してみたんだけどうまくラリーが続かないからどうしようって最初戸惑ったりとかで、向こうから持ちかけられてくるデートのお誘いくれるんだけど、ちょうどタイミング合わなくて延期になっちゃったとかね、そういうことが何回かあるうちにちょっと薄れていっちゃってどうしようとかね、そういうこともあるかもしれないので、受け取る時とか自分から動き出す時とか、やり取りの仕方っていうのも工夫が必要かもしれません。ですが出会い運自体すごく好調だし、あなたが願って思い描いていけるのであれば、これは良縁につながっていくし、とてもね、世界が広がるご縁だよっていう風に出てきていました。ではこの後ね、見ていきましょう。この人と出会った後ってじゃあどうなっていくのっていうところを見ていこうと思います。それでは今度はこちらのタロットカードから見ていきます。こちらのカードからこの方と出会った後にどのような流れになっていくのか、これからについて見ていきます。出会った後ですね、どんな風に流れていくのか見ていきましょう。では出していきました。またね、カップの9がね、ここに入ってきているので、この流れうまく乗っていけるんじゃないかなって、この春期待してくださいっていう風に出てきています。いいですね。ここね、ダブルで出てきています。
理想を思い描いて進んでいきましょう。その理想の人と出会えるとかではないと思うんですね。この並びを見ていると決して悪い出会いではなくて、ただスタートを切っていくときにどっちがリーダーシップ取っていくとかね、誘導していくのとか、そういうところで最初戸惑うことはあるかもねっていうのは出てきてるんです。だから最初からスムーズにいくような流れにはならないかもしれないっていうのはあります。だけど仲良くなっていけばいくほど2人のご縁っていうのがとても深くなっていって、私この人だわっていうふうに思えるような出会いなんだっていうのが最終的に言われていますね。はい、とても深いつながり、ご縁を感じられて、そしてお付き合いっていうのも結構早いんじゃないかなっていうふうにも出てきています。素晴らしいんですよね。はい、なのでお付き合いされる頃にはまさかこんなに相性いいとは一番最初の頃は思ってなかったけど、すっごく素敵な人ってお互い思い合えるような、そんな仲になっているよっていうのが出てきています。ではこの人と出会った時、一番最初ね、あなたはどう思うのかって言ったら、カップの2番がまた入ってるんですよね。すごくないですか？いやすごいなと思いました。カップの2番も2枚、そしてウィッシュカード、カップの9も2枚入ってるので、お互い一目惚れする可能性もすごく高いなっていうのがありますね。なるほど。じゃあもう最初からね、お互いすごく好みだとか理想の方だとかっていう風になる可能性がすごくね高まりました。はい。すごくドキドキするよとかっていうことが言われています。この人と会った瞬間に、一目会った瞬間にもこの人って、あと好みの方っていう可能性もあるかもしれないですね。まさに理想の方っていう可能性もぐっと高まりました。そうですね。そしてなんか燃え上がるような連絡とかもポンポンやり取りするような感じになるかもしれません。あなたがそれを受け取ってお返事していけるかっていうところかもしれないですね。のやり取りのところで、そうですね、お相手が早いんですよね。返事が早いとか、取り決めが早いとか、デートまで行くまで早いとかね、段階踏んでいくのが早いんですね。そこであなたが焦るかもしれないなっていう感じでは入ってきています。でもうまく流れに乗っていけるよっていう風に全体的に入ってくるので、ここはそうですね、インスピレーション8番も入ってるので、急展開に物事がどんどんと急激に変わっていくので、この人はね、もともとの持っている特徴として変化に対応していくことが得意な方なんですよね。そして出会う場所も流れのある場所、スピードっていうのが今回入ってくるので、なんか速さっていうのが求められたりとかするかもしれないですよね。なのであなたの中では展開が早くなるとどうしようって焦っちゃったりとか、逆に不安になっちゃったりするようなタイプかもしれないんです。でもこのお相手はどんどん前に行くような方だと思うので、その中でもしっかりと見極めていくような方で、多分この人の中であなたがカチッとハマるから猛アタックが始まってくるんだと思います。さあこの波に乗っていけるかいっていうところなんですが、流れを見ていくと乗っていけそうですね。大丈夫そうです。なんか最初は戸惑ったりとか、この人テンポ早いなとかね思うかもしれない。積極的で軽いのかなって思うかもしれないんだけど、でも全然そんなことないと思います。うまく流れに乗っていけるでしょうっていうのが入ってきていますね。すごく良いです。はい。でこのお相手すごくたくましいし、頼りがいがあるし、もともと持っている個性っていうのを発揮されて、あなたと仲良くなっていくと思うんですよね。安定感もちゃんとありますから、はい。ぐいぐい引っ張るだけじゃなくて穏やか、基本的にね穏やかで平和的っていうのがあるから寄り添ってくれてるように、そして、やっぱりリードするのはこのお相手からかなと思います。あとは時間の関係とか日程の調整とか、そのあたりはうまくやれると思うんですけどね、意識しなくても大丈夫そう、タイミングが合いそうだなっていうのがあります。あまり緊張しないでっていう風にアドバイスも入ってきますからね。
なんかちょっと違うかもって一番最初思ったりとか、思わなそうな感じもしますけどね、違うかもって思ったりとか、自分とペースが違うとかね、何か違和感を感じたとしても、そこで緊張してストップしないで、歩みを止めないでっていう風に入ってきました。知らない世界に足を踏み入れるのは怖いことかもしれないけど、いざ踏み出してみたら、こんなに広い世界が待ってるんだっていう風にね、感じるでしょうっていう風に出てきてますね。そして知らない世界に足を踏み入れても、絶対的存在としてこの人がそばにいてくれるからっていうことでね、あなたが新しい何かを始める時のきっかけとして出会いがあるかもしれません。始まりのカードもいくつか出てきていますし、これね、その変化っていうカードがすごくたくさん出てきていたんです。ということは、あなた自身の環境の変化だったり、お引っ越しとかね、移動とか転勤とか転職とかするときにちょうど出会うような方なのかもしれません。いいですね。アドバイスカードとしてもカップの10が出てきています。エモーションの10ですね。2人で気持ちを分かち合っていきましょうっていうことで、かなり共有できるものが多かったり、最初はね、違うかなって、自分とは違う趣味を持っているとかね、考え方が違うかもって思ったりするかもしれないんだけど、でも深く付き合ってみたらすごく相性いいから、まずお付き合いしてごらんっていう風に背中を後押ししてくれてます。一緒にいるとすごく楽しいって、刺激的だし、穏やかにも過ごせるし、安心して背中を任せられるしっていうことで、一歩踏み出してごらんっていう風に出てきていました。あなた自身が今出会いに対して求めているものと違う感じで流れていく可能性はあります。すごく変化があるっていう風に出てきているので、でもその変化はとても前向きなもので、とても大きなエネルギーを持っているから、ぜひ乗ってみてっていう風に出てきていましたね。ではラッキーカラーをもらっていきましょう。こちらのカラーカードからあなたの出会い運を向上させていくためのラッキーカラー、そしてアドバイス一緒にもらっていきます。いやでもすごいと思いますよ。そうですね、カップの2番とカップの9が2枚ずつこのタロットカードの中に入ってきてるので、どれほどまでに素晴らしい出会いなのかとかね、そういうことを教えていてくれてるんですよ。もう切っても切れないぐらいのご縁の深い相手なんだっていう風に感じるよって言われています。ではラッキーカラーをもらっていきましょう。アクアブルーですね。平穏と落ち着きを体験するっていうカードです。番号としては33っていうのが入ってきますので、あなたにとってのラッキーナンバーに3という数字も取り入れてください。あまり緊張せずにね、水のように穏やかに流れに乗っていきましょうっていうことです。今はしっかりしたものを求めたいとか、確実なものが欲しいとか、相手に対してもね、確実性とか、しっかりした相手とかね、そのあなたの中の何かこだわりっていうものがあると思うんですね。こんな人がいいなとかね、こんなお付き合いしたいなって、そこから少し外れていくような、もっと視野が広くなるような、世界が広がっていくようなお付き合い、出会いになっていくと思うので、今のあなたの中では全く考えられないような出来事になる可能性もあります。でも緊張しないで波に乗っていってね、リラックスしていくのが一番大切だよっていう風にも出てきています。落ち着いて落ち着いて、そしてワクワクする気持ちを制御することなくね、あなた自身も解放してワクワクに飛び乗っていってもいいと思います。なんか流れが早いんじゃないかとか展開早いんじゃないかって不安になっちゃうかもしれないけど、今はそれで OK、 流れに乗ってみようって。でもいろんな流れがある中でも最終的に穏やかな流れっていうところに落ち着いていくと思うんですね。だからその出会ってお付き合いするまでは早いけど、お付き合いしてからは穏やかに平和的に流れていくような関係性になると思います。はい、なのでね、今自分自身を解放させてリラックスしていきましょう。出会いに向けて今心身のバランスを整えておくことも大切です。神経をリラックスさせるっていうカードなので、今こわばってるとか、そうですね、なかなか落ち着かないとかね、そわそわするっていう時ほどリラックスを心がけるといいでしょう。そしてアクアのカラー、そしてカードなので波を表すようなカードですよね。身近なところで言えば手洗いとかお風呂、入浴っていうのもおすすめでしょう。
こちらも取り入れてください。ラッキーカラーとアドバイス、そしてお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらのカードはお相手があなたを必要としてるんです。それに気がついてください。そしてあなた自身の心の中で約束をしましょう。自分の中で強く信じるっていうことを約束しましょう。信じてください。自分の気持ち、そしてお相手のことを信じてくださいっていうふうに、あなたの手の中のこの光ですね、これを大切にしていきましょうっていうメッセージでした。ぜひこちらもお受け取りください。この1番をお選びいただいた方、すごく流れに乗っていくと思います。良い出会いにも恵まれると思いますので、ぜひ期待して春を過ごしてください。今回はこの春、新しい出会いはありますかということで、出会いについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、新しい恋の予感、この春恋愛的出会いはありますかということをテーマに見ていきます。前提として今恋愛的に出会いを求めている方向けのリーディングとなります。好きな人がいるんだけどなっていう方もご覧いただくことはできるんですが、その方々はちょっと置き換えながらご覧になってください。メインとしては出会いを求めている方向けのリーディングです。早速ですが、こちらにもうすでに新しく出会う可能性の高い方の特徴を出しています。見ていきましょう。まず外見見ていきますね。柔らかな肌をしているんじゃないかなと思いました。色白の方かもしれません。そして外見的服装なんですが、オーバーサイズのものやゆったりめの服を着ている可能性が高いでしょう。ボディラインをあまり見せないように、見えないようなゆったりした服を着ているかもしれません。ですが存在感はピカイチ、放っていますね。そして部分的に耳の形や耳に印象が残ります。ピアスをつけているとかだったり、耳に何かヘッドホンとかを当てていたりとかするのかもしれません。耳元のカラーが違うとかインナーカラーを入れているのか、何か耳元のあたりっていうのも強く入ってきました。外見的特徴、そしてあとイニシャル早速見ていきましょう。イニシャル可能性のあるものは M、H、T、E、A さんです。そして星座は魚座、牡牛座、双子座のあたりが可能性が高そうです。そしてこの方に携わる数字出してるんですが、この数字はこの方と出会う日とか、そうですね、あなたにとってのラッキーナンバーとしても捉えてください。2番、3番、4番、9番です。2、3、4、9と出てきています。はい、ではこの春3月、4月とか可能性高いかなと思いました。そしてもうすでに出会ってる可能性もあるかもしれません。2っていうのも入ってくるので、2月、今これをリアタイでご覧になっている方はもうすぐにでも出会うとか、もうすでに知り合っている可能性も高いかもしれないですね。そして性格も見ていきます。まず穏やかでロマンチストだけど、あまり本心をなかなか言わないような方かもしれません。少し神秘的な感じもします。そうですね、基本的に穏やかなので、お付き合い、人付き合いとしてはすごく派手に盛り上がるようなタイプではないんですが、でも人当たりよく、風当たりも温かくっていうところでなんですが、聞けば答えてくれるんですけど、自分から自ら自分の話とかをあまりしないような人かもしれないですね。そして責任感が強くて意志が固いです。ということは、これは自分の決めたことをやり通しますよっていうことなんですよ。だから目標が定まるとドンって動いていく、粘り強く動いていくんだけれども、それはまた違う側面から見るとやや頑固に見えるかもしれませんというところもあるでしょう。そして人見知りする方かもしれませんね。仲良くなると打ち解けていく
んだけど、初対面の時と仲が深まってからと印象が変わるかもしれません。この方が人見知りするのか、あまり本心をもともと言わないのか、どちらかなのかなっていう感じはします。ですが、センスが飛び抜けていいし、存在感が華やかあるので、この方の身につけているものだったり集めているものにとてもセンスが感じられるようなものだと思います。あと聴いている音楽、音楽っていうのが入ってきます。音楽に詳しいとか、好きなジャンルが偏っていて、ここすごくめっちゃ詳しいとかね、そういうこともあるかも。あと歌が上手だったり、楽器を弾かれているとか、携わっているような方も多いかもしれません。何かね、音楽っていうのが入ってきます。そして内に秘めた情熱っていうのも持っていますので、見た目は穏やかなんですけど、心の中は燃えていて、負けず嫌い、頑固っていうところが少しあるかもしれませんね。スポーツは得意ではないかもしれません。体を動かすことだったり、球技、サッカーとかバレーとか、大人野球とかね、そういうのとかはあまり得意ではないのかなっていう感じがしました。はい、どちらかというとじっとしていて一人でコツコツやるような、そして一人時間を大切にされているような方だけど、外に出てみんなと集まってお食事行ったりとか、あと店内のインテリアとかにも結構こだわってお店を選ぶような方かもしれません。口コミとかを見ていても、お料理の盛り付けが綺麗とか、店の内装が綺麗とかね、そういうところに惹かれていくような方かもしれない。味にこだわるっていうところもあるんですけど、評判のいいお店とかじゃなくて、自分の中の感性でお店選びをする方かもしれないですね。はい、そして集めてるものがある可能性があります。何かを集めていたりとか、あとはお部屋の中、自分の家の中のインテリアや雑貨にこだわっていたりとか、何かこの方の特徴があるかもしれない。アジアテイストのものとかね、何かこの人の中でこれっていうのがあるかも。モノトーンでまとめてますとかね、この方なりのセンスでまとめてるものがあると思います。はい、そしてあとは出会いの場所、ポイントとして出しているカードはこちら、犬のカードです。このカードを見るに、あなたと波長の合う方っていうのが入ってくる。そしてもともと知り合いの可能性がすごく高いです。もしくは友人からの紹介っていう可能性もある。お友達のお友達とかね、友達に紹介してもらったとかね、そういう可能性がすごく高いですね。以上、こちらがこの春あなたと出会う可能性が高い方の特徴について見ていきました。私が思うに、出会うんだったら4月が一番濃厚。もしもまだね出会っていないよっていう方だとしたら、4月が濃厚で、3月末も濃厚なんですが、4月中旬とか末あたりもいいんじゃないかなっていう風に感じます。そしてそうですね、この方の星座お伝えしたと思うんですが、魚座、牡牛座、双子座です。この方の可能性の高い星座なので、ちょうど出会いも多分ね3月4月5月かなっていう感じがしますね。特に3月4月のあたりがいいんじゃないかなと思いました。はい、こちら参考にしてください。出会う方の特徴について見ていきました。で、場所とねこの方の特徴を見ていったので、こちらのカードは1回まとめてこちらに置かせていただきます。では早速その次を見ていきましょう。ではこちらのタロットカードから見ていきます。この方と出会う前、あなたの出会い運としてはそもそもどうなんですかっていうところ、あなたのコンディションやこの春の出会い運どうですかっていうところをまずもらっていきましょう。どんな感じで流れていくのかなっていうところでもらっていきます。
なた自身のコンディションのことだったり、そもそもの出会い運っていうところで見ていくんですが、あなたから積極的に働きかけていくといいっていうのが総合的に出てきています。あなた自身がまず今出会いに対してどのように捉えていますかっていうところでカードが質問しているように感じます。あなた自身が恋愛に対して今あまり前向きに思えていなかったりだとか、臆病になっていたりとか、ご縁があったらいいなとは思ってるんだけど、自分からは積極的にいけないっていうようなところがあるのかもしれない。中には、前の恋愛を引きずっているっていう方もいるかもしれないですね。出会いの方メインで見ているんですが、好きな人が忘れられなくて、だけど新しい出会いに目を向けた方がいいのかなとかね、そのように思っている方もいるかもしれない。今新しい出会い欲しくてしょうがないっていうよりは、次の出会いを求めるというか、次の恋愛をするのが少し億劫だなとか、そうですね、あまり前向きになってはいるんですけど、後ろめたさも少しあるっていうような感じで入ってきますね。何かいろいろ考えていて、新しい一歩を踏み出すのが怖いとかね、前のことから忘れられずにまだここにいますとかね。だけど物事は変わっていく。あなたの出会いの流れね、出会い運っていうのも変わっていくので、いずれは過去のこととあなたが手放せるものを手放して次へ進む時なんだっていう風に流れていくでしょうって。だからそこはあなた次第なんじゃないかなっていうのも入ってくるんですよね。もしあなたが本当に出会いを求めていて、今の自分変えたいんだとか、あと前の人を忘れて新しい出会いを求めていこうって踏ん切りがつくのであれば、ガラッと流れは変わっていく。だけどあなたがどうしようかなって悩んでいると、その分時期がずれ込んでいくというか、タイミングもずれていく。なのであなたの気持ちっていうところが問われているような感じがします。何か次の恋愛に一歩踏み出せていないような、そんなコンディションで入ってきてるんですが、新しく出会う人っていうのは、そうですね、穏やかで、そしてあなたととても理解し合えるような関係性の方なんですね。お互いの成長を伸ばし合えていけるような、そうですね、あなたの方から積極的にアプローチしていくような流れになっていくと思いますし、2人の関係性っていうのもどちらかというと、あなたが誘ってお相手が受けてくれるような、優しく受け止めてくれるような感じの方なんですね。だから安心できると思います。自分がお誘いしても断らないし、それはね、無理なことは無理って言うかもしれないけど、波長が合うので、あまり恐れないで進んでいけるような方だと思います。ここはね、いいと思うんですよ。だけどこの課題っていうところに相談の4番が入ってますから、あなた自身が新しい出会いや、また新しく出会った方と恋愛していく、そのエネルギーが今ありますかどうかっていうところなんですよね。それは出会ってから考えてもいいよっていう風に出てきてるんです。今から準備しておけって言われてもなかなか難しいじゃないですか。だってどういう人と出会うかわからないし、もう出会ってるかもしれないよっていう風に言われていて、あの人かもって思うんだけど、でも今の自分って一歩踏み出すのちょっと勇気いるんだよねって。だったらあなたのお気持ちが定まってからでもいいよっていう風に待ってくれているので、ただ先ほども言った通り、自然と流れていくものは流れていく、変わらないものは変わらない、時間の流れとかね、流れに対して逆らえないものっていうのは必ずあって、そしてそれをあなたは嫌が応にも受け止めていく時が必ず出てくるよって。それはどんな形であれ。だから新しい出会いを求めて自分が一歩踏み出そうって思えるタイミングがやってくるのか、それとも過去のことと決別して自分は進むんだっていう気持ちに切り替えていくスイッチが入る時なのか、それとも自分はいや出会いは今はやっぱりお休みしておいて、今はまだ一人の時間大切にしたいんだって思うのか、どんな形にしてもあなたが何かを受け入れていくことっていうのはここ近未来出てきそうです、流れとして。でもできるんだったら進んでいった方がいいんじゃないかっていう風に出会い運的にはね出てきてるんですよ。チャリオットのカードが出てきてるから、
あなたがもしとどまることなく動いていけるのであれば、これは素晴らしい出会いになっていくだろうっていう風に出てきています。出会い運ね、総合で見てきているので、じゃあこの人と出会った後ってどんな風な恋愛していけるのっていうところを見ていきましょうね。この2番さんの場合はあなた次第っていうのが入ってきますね。あなたが何か自分の中で区切りをつけるというか、一つ終わらせてまた一つ始まっていく、一つのことに終わりを告げて次新しい第一歩を踏み出す、そこに今現在戸惑っているところがあるから、そうですね、勇気がいるとか、なかなか踏み出せないとかね、迷っているとかっていうのがあると思う。それを流れを止めるか進めていけるか、そのバランスとかコントロールとかね、流れのスピードの調整っていうのはあなた自身でやってもいい、っていうところは出てきています。でもそうですね、新しく出会う方っていうのは相性が良さそうなので、あなたの方からこの方のことを面倒見てあげたいって思う気持ちになるような気がするんですよね。もっと深く知りたいとか、助けてあげたいとか、困っていることがあったら声かけて何とかしてあげようって思ったりだとか、そうですね、年齢差的にはそんなに変わりない年齢だと思うので、だからといってこの人がすごく困ってるとかね、何かあるとかってわけじゃないんですけど、何かしてあげたくなっちゃうんですよね。お世話してあげたくなっちゃうような、可愛いとか、自分の中で守りたいとかっていう思いが強くなってくるんですよ。母性本能をくすぐるような方とか、あと見てる方が男性だとしたら本当に愛おしい女性、恋愛対象の方っていう風に見えると思います。では早速もらっていきましょう。こちらのタロットカードから、この方と出会った時にどんな流れ、そしてどんな恋愛をしていくのかっていうところで見ていきます。ただ2番をお選びいただいた方、もうすでに出会っている可能性が高いし、まだ出会っていないっていう方はこれから出会う可能性もすごくあります。そして出会うんだったら、私の中では4月っていうのが濃厚かなと思っています。やっぱり過去のことなんですかね。ただもう出会ってるのかな。ワールド、守りたいって思うかもしれないけど、実は守られてるかもねっていう風に入ってきました。あなたの方で可愛いとか、ついついちょっかい出しちゃうとか、それぐらい可愛いような相手なんだけど、実は大きく守られてるよって、このお相手にって支えられてるよとかね、そういうのが出てきましたね。そして今現在あなた自身がやっぱり恋愛に対してあまり前向きに捉えていないというか、そうですね、ボイス3番で自分の中に閉じこもっているようなところでもあります。この扉の影に隠れていて、この扉を開けて新しい世界へ一歩踏み出していったら、そこは真っ暗な世界なんじゃないかとかね、あまり傷つきたくない、恋愛に対してもうこれ以上悲しい思いしたくないとかね、過去のことを考えていては先へ進めないとか、そのような現状が見えてきているんですが、そんな中新しい出会いがバチンとありそうです。お友達を通じて新しく知り合うとか、そうですね、お友達に誘われて行ったところで出会うとかね、その可能性が高いし、もともと知り合いの可能性もすごく高いです。でもこれから出会う可能性もあるよ、高いよっていう風に出てくるんですね。出会った瞬間、お互いいいなって思えるような、まるで世界の色が変わるようにこの方と出会って流れていくんだっていう風に入ってきます。出会った瞬間がカップの2番なので、あなた自身がいいなって思えたりとか、お互い波長が合うなって、好感触の方なんですよね。どこかしら懐かしさを感じるようなご縁のある方っていう風に思うと思います。お互いが思うと思いますよ。そしてこの後どんな風に流れていくのか、この方と、正式にお付き合いする可能性がすごくあります。それはあなたの中でも勇気を出して踏み込んでいくからだよっていうのが入ってくるんですね。
暗闇じゃない、扉を開いたらそこは明るい世界が待ってるんだっていうことにあなたは気がつくことができるでしょうって、そこで改めて過去を断ち切り新しい未来羽ばたいていけるんだよっていうのが出てきています。自分自身にしっかりと自分を信じることができたからとか、相手を信じることができたから、だから先へ進むことができるんだっていう風に入ってきます。この方とてもしっかりしている方なので、可愛いなっていう風に話しかけているうちに、実はこの人の存在ってすごく大きくなっていって、あなたの心を大きく占めるような、それぐらいの存在感を放っている方だと思います。そして先ほどの特徴でもお伝えした通り、存在感のある方なので、ご自身で何か仕事をされていたり、一人でね、何かクリエイティブな活動をされている方もいるかもしれません。自分の内なる情熱を形にしていくような方なのかもしれないので、社会的にもね、地位のある方だったり、発信力のある方かもしれませんですね。あとしっかりしてるなって、案外付き合ってみたらしっかりしてるんだなっていう風に思ったりとかね。でももともと持っている性質として堅実なところっていうのが入ってくるんですよね。あと豊かな財産だったりとか、なんか豊かなものを持ってらっしゃるので、それを自分の中で扱ってるようなイメージが入ってきます。だいぶこの人から受ける刺激とかね、与えてもらうものとかっていうのも大きいと思うんですね。アドバイスカード、障害のところとかではボイスの9番なので、ネガティブに考えるなってシンプルに入ってくるんですよ。信じろって、自分を信じるんだって、で何も怖くないよって、怖いって思ってるのはこの影に隠れてるからだよっていうのが出てくるんですね。アドバイスカードもワールドのカードです。扉開けてみてって、羽ばたいてみたら絶対色違うから、世界の色違うし、このお相手と付き合うことによって絶対変わっていくからって、今までのあなたが忘れたいと思っていたこと、手放したいと思っていることがはっきりと見えてくるよっていうのが出てきています。だから勇気を持って自分を信じること、自分を信じることや相手を信じること、信じるってことをもう一回やってみてっていう風に出てきていますね。そうするとこの良い交際とか、このお相手と良い波に乗ることができるよっていうのが入ってきています。いいですね。ではこのお相手とのね、お付き合いっていうのも良いものになっていくだろうって、あなたを変えるもの、もう一度誰かのことを信じてみようとか、恋愛に対して前向きにやってみようって思えるって出てきています。そしてこの障害ね、自分の中で悲観的に捉えすぎるなっていうのが入ってくるんです。例えばそうだな、自分はもう恋愛できないんじゃないかとか、自分に自信がないとか、相手には他にいい人がいるんじゃないかとかね、ネガティブな方向に考えて行き過ぎるなよっていうのが入ってきてるんですね。そしてしっかりと自分の体の健康を考えてくださいねっていうのも入ってきます。相手のことを考えて眠れない夜じゃなくて、そんな自分とさよならして、もうすっきり眠って早寝早起きしてラジオ体操して朝日を浴びてってぐらいの健康的な生活をしてみましょうっていうのが入ってきています。ではあなたにとってのラッキーカラーを出していきます。このお相手とより良い関係性を築いていくために、もしくは新しい出会いへ向けてラッキーカラーをもらっていきます。シルバーです。粘り強くやり遂げるっていうカード、そして27番っていう数字も入ってるので、この数字もラッキーナンバーとして取り入れてください。でシルバーっていうのは色としてね、取り入れていくのは難しいかもしれないので、シルバーアクセサリーを身につけるとか、シルバーのものですね、あと小物とかね、チャックとか、あとアルミホイルとかも銀色なので、銀色のものを身につけて、あとお料理に使ったりとかね、何か取り入れていくのもいいでしょう。一番取り入れやすいのはアクセサリーかなと思いました。小物とかね、取り入れてみてください。このシルバーっていうのはあなたの背中を後押ししてくれると思います。
自分で迷ってる時とか悩んでる時、どうしよう、ネガティブモードに入ってる時ですね、そういう時にスパッと何かを決めるとか断ち切るとか、自分の中で断捨離する時にとても効果を発揮してくれるカラーだと思うので、ぜひシルバーを取り入れて、もうモヤモヤしてることはシャキーンとね、もう断ち切っていくんだっていうような思いになれるような色なんですね。シルバーっていうのはもともとお守りの色なので、なので自分を守ってくれるものなんですね。だからシルバーの小物を身につけてお守りだっていう風に思ってね、おくとネガティブなことからさよならしていけるし、そしてこのカードからのメッセージはリラックス、あなたを安心させてくれる効果もあるよっていう風に入ってるので、緊張している心とか、あとこわばってしまった、凝り固まってしまった思考とかっていうのも柔らかくしてくれる効果もあります。だからネガティブなことからもうさよならしていくカラーだと思います。ぜひ取り入れてください。そして粘り強くやり遂げるっていうワードも入ってますから、途中で諦めないとか、自分自身に対して多分そうなんだと思います。自分の中の不安、恐れ、迷い、それらを手放して、もう自分は新しい扉を開けて、そこは絶対明るい世界なんだっていうのを信じて、そしてやってみる。時間かけてでもやってみるとか、時間かかってもいいから手放してみるっていうことで、先ほども出会い運のところで出ていたんですが、ソードの4番です。ちょっとお休みモードっていうのが課題のところに入っていました。恋愛に対して前向きになれていないとか、まだ自分の方から積極的に働きかけられない、勇気がないっていうところから、時間がかかってもいいから乗り越えていくんだよっていうところですね。ネガティブになっていたり動けない、そんな自分に自信がない、そういうところから抜け出していくんだっていうのが出てきています。そしてこちらの新しく出会う方の特徴の中にお伝えし忘れていたかもしれないんですが、この方ね、外見的か、多分ね外見だと思うんですけど、コンプレックスを持っている可能性があるんですよ。なのでそれをちょっと隠してるようなところがある。外見か、もしくは内面でも本心をこう全てね、こうすぐに人に打ち解けて話すのが苦手だったりとかするかもしれなくて、でそういうところもあなたは理解していけるような、そんな相性だよっていうのが出てきているので、だからこの人の中でコンプレックスっていうのを打ち明けてくる時がやってくると思うんです。その時にあなたも実は私もこういうふうに思ってる、自分のことをね自信ないと思ってるとか、お互いが打ち明ける時がやってくるような時が来ると思います。そこでより一層理解が深まっていくような相性、流れになっていくと思いますね。はい、こちらも参考にしてください。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらのメッセージは、あなたが選んだことに喜びを見出していきましょうというカードです。時間をかけて今あなたに喜びを与えるものをあなたが見つけてください。そして日々喜びを積み重ねていきましょうっていうメッセージです。このカードは女性が目の前に本を置いていますよね。本を一枚一枚めくっているんです。このようにあなたもめくっていきながら、日をねめくっていきながら、一日一日喜びを見出してください。小さなことでも構いません。喜びを積み重ねていきましょう。ネガティブなこととかね、自信がないことっていうのは積み重ねる必要はもうないんですよ。新しいこと、明るいことを重ねていきましょう。日々の中に喜びを見つけてくださいっていうメッセージでした。今回はこの春新しい恋愛的出会いはありますかっていうことをテーマに見ていきました。新しい出会いを求めている方、あなたの中でもう調整していきましょうっていう結果が出てきていました。早めていくのもあなた次第ですし、自分の中でうまくコントロールして調整してやってみてください。行き急ぎすぎることはないんだけれどもね、だけどあなたのペースで構わない。でも物事は進んでいくよって。だからネガティブに考えすぎずに前向きに取り組んでいきましょうっていうのが出てきていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。
それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、この春、恋愛的出会いはありますかということで、新しい出会いについて見ていきます。こちらメインとしては、新しい出会いを求めている方向けのリーディングとなります。よろしくお願いします。すでにこの春新しく出会う方の可能性の高い特徴を見ています。外見から見ていきましょう。まずこの方、斬新な方っていうのが入ってきますので、あとイメチェンが好きなのかな、コロコロ外見が変わるような感じがします。流行のものを取り入れたりとか、今年のカラーはとかね、そういうのに詳しいかもしれません。流行りのものとかファッションとか髪型とかね、あまり一つのことにこだわることなく、その時その時いいなと思うものを取り入れていくような方だと思います。背は高いと思いますね。そして目は二重か丸い瞳の形をしていると思います。はっきりとした二重かね、そうですね、幅の広い二重か丸い目だと思いますね。で、おしゃべりが好きです。ストレートに物を言うと思います。軽やかな方っていうのがすごく入ってきますね。そしてこの方のイニシャルです。A と L、G と S ですね。そして可能性の高い星座としては、双子座、さそり座、水亀座です。そして SNS 映えとかね、結構そういうところを考えてる方なんじゃないかな、意識してるんじゃないかなと思います。そうですね、 SNS も複数使われていたり、インスタ X とか Facebook とかいろんなものを使い分けていきながら発信されてるんじゃないかなと思います。写真撮るのも結構うまいんじゃないかなと思うんですね。アングルうまいとか、機械にこだわってるカメラとかね、質のいいものにこだわっていたりとか、映えを気にされている、意識している方なんじゃないかなと思います。映え意識の高い人っていうのが入ってきますね。はい、そして性格見ていきましょう。まずさっぱりしていて明るいです。ここはもうね、外見性格も通して言えますね。そしてそうですね、学ぶのが好き、資格取得などしてるかもしれないし、趣味でこれを学んでるとかね、何かいつも学んでるなっていうイメージが入ってきます。勉強が好きとかね。あとは好奇心旺盛で純粋な方だから、自分がワクワクするものとかやってみたいと思うものをパッて行動に移して形に起こせちゃう方、やってみたいと思ったら SNS でわーって発信するような方だと思いますし、だから学ぶのも好きなんです。あとは見た目として姿勢がいいっていうのも入ってきます。手が綺麗、手の形が綺麗とか、あなたからしてみたらこの人の手の形好きだなって思う方だと思います。あと姿勢も美しい。そして瞳に輝きがありますね。少々秋っぽいところがあるかもしれないですね。そしておしゃべり上手で器用な方、何かね、道具を使うのも上手だと思いますし、器用ですね。歩くのも早いんじゃないかなと思います。一緒に歩いていて割と早歩きな方なんじゃないかなと思いました。そして綺麗好き、潔癖症まではいかないんですけど、綺麗に整っている方が好きなんじゃないかなと思います。そして言いたいことを溜め込まないタイプ、一人でレストランとかにも入っていける、お一人様が得意な方、単独行動や一人旅も好きでしょう。ちょっとね、意外性のある方で変わり者っていう風に見られるかもしれないですね。周りの人からは個性の強い方と言うんでしょうか。その意外性を発揮して、こうやって聞いておくと、流行に敏感な人なのかなとかね、そういうのイメージを持った方多数いると思うんですが、意外なところで実は歴史が好きとかね、なんか城巡りが好きとか、古いものが好き、歴史的なものが好きっていう一面もありそうなんです。何かね、電子書籍も読むけど、図書館にわざわざ行って本を借りるとかね、そういう一面も持ち合わせていそうです。そしてこの方と出会いの場所、ポイントとして山のカードが入ってきています。まず建物とか場所の高さがある場所ですね。〇〇タワーの何階とかね、そういう感じ。あとはあなたが遠出した場所、遠出した先、そして自然に囲まれているっていうのも可能性があります。
お花見の場所とかね、春で言えば、あと観光名所だったり、あとはあなたの地元とつながっている可能性も高いです。出会いの場所としてはこのような感じ。一人でお仕事をされているかもしれません。そしてすごく頭を回転させる、フル回転させていくようなお仕事、肉体労働というよりは頭を回転させる仕事なんじゃないかなと思うので、難しい、頭使って疲れちゃうとか、そんなお仕事なんじゃないかなと思いました。そして色合い的には茶色のものとかを身につけていたり、あとプラス流行色を取り入れていると思います。そしてお茶するのが好きとか、飲み会するのが好き、お酒が好きな人だったらお酒で飲み会開くのが好きでしょう。で、お酒が苦手な方だとしても、みんなで集まってお茶会したりとか、そういうのが好きなんじゃないかなと思いました。それはオンラインかもしれない、自宅にいてネットの環境でZoom とかでねつながって飲み会したりとかっていうのもやってるかもしれないです。これがこの3番をお選びいただいた方、この春新しく出会う可能性の高い方の特徴です。見ていきました。ではこちらのカードをまとめていきます。そして見ていきましょう。続いて、まずあなたの出会い運って今どんな感じ、どんなコンディションっていうところを見ていこうと思います。ここからはタロットカードを使って見ていきます。ではあなたが今新しい出会いに対してどんな運気の中にいるのか、はい、では見ていきましょう。そうですね、今のあなたのその出会いに対する捉え方というか、今のモチベーションっていうところに対してソードの点が入っています。少し前に辛いことがあった、そこから今抜け出せないでいるのかもしれない。出会いに対しても前向きに捉えられていない可能性もありますね。何か終わりを受け入れがたいことがあったとか、恋愛に対して前向きになれていない、辛い過去があったから前を向けないとか、まだ過去に引きずられているとかね、っていう可能性もすごく高いですね。今ちょっと落ち気味かなっていうところがありますね。辛い恋愛をしていたとかっていう可能性もあります。そうですね。だけどこれから新しい出会いを望んであなたが向き合っていけば、これから春頃になるとときめくような季節がやってくるっていうのが出てきています。今これを乗り越えてね、苦しみを乗り越えて前を向いた先には桜の季節が待ってるよっていうのが出てきています。ではどうしますかって、いつまでもそこにいたら暗い冬、寒い冬から抜け出していけない、桜を求めていきませんかっていう風に流れとして入っています。あなた自身の中でも切り替えっていうところがここ出てくるかなと思います。この方と出会うことによって自分自身のモチベーションが高まったりとか、新しい出会いを通じてそっちの方に目が向くね、その辛い過去とか辛かったことからもう卒業できるような、そんな出会いになるんだっていうことが言われています。さあ次へ進もうって、そういうふうに思える相手に出会うんだっていうのが出てきていますね。そして障害のところにワンドの2番が出てきていて、もっと欲張りになってもいいんじゃないかなと思いました。今この並びを見ていて、あなたがこの未来ね期待したいと思っていたら、その通りに動いていってもいいんじゃないかな。現状で満足しないことっていうのが出てきています。もう辛いところから抜け出したい、もうこの人と出会って多分ね夢中になるぐらいのお相手だと思うんですよね。このお相手があなたがドキドキするようなお相手だと思うので、
なんか自分に春がやってきたっていう風に思うような出会いの流れとしてはこのようになってくるので、そこであなたがもっと欲を出して出会いを求めていったりとか、この人との仲を深めていったりとか、その時自分が大切にしている思い、こうしたいんだっていうことをそのままやってみようっていうところですね。そこでブレーキかけないのがいいんじゃないかっていうのも出てきています。そうですね。応援してくれる人とかもいると思うし、この新しい恋愛に対して、または出会いに対してもね、助け舟を出してくれるというか、紹介してくれたりとかっていうご縁もありそうです。うまく整っていくよっていう流れになってくるので、今まで落ち込んでいたこと、辛かったこと、そこからもう抜け出していけますよっていう流れで入ってきています。卒業します。辛いことから。もちろん周りからの援助っていうのもあるんですが、この方と出会って春を迎える頃にはあなたのバランスが整っているっていうのが出てきています。生活習慣も良くなっている。自分自身のコンディションも良くなっているので、今この恋愛とか出会いとかあまり前向きに捉えていない人でも、変わっていくんじゃないかなと思います。仕事上の新しい出会いとか、まずそこからっていうのが入ってきますね。環境が変わったらっていうのが入ってくるんです。新しい年度を迎えたらとか、あと卒業シーズンとかね、進学とか転居とかね、何かしらあなたの仕事、そして生活の流れが変わるときに出会うっていう可能性がすごくあるし、あとこの人と出会ったりとか、その新しい出会いがあることによって整っていくものもあるだろうっていう風にも出てくるんですね。あなた自身がだいぶ穏やかになるんじゃないかなと思いました。今ちょっとね、落ち込んでる方に行ってるのかなっていうのが出てきています。起き上がれない、寝不足だとかね、元気がないとか、体調不良とかそういうのも感じるので、それが整っていくような春先出会い運としても良いと思います。はい、そうですね。なんかもうあんまりコソコソしなくてもいいんだなっていう風に思えるような、そんな季節になってくるよっていう風にも出てきています。はい、コソコソっていうのはなんか過去のことにとらわれていて、人前に出るのが億劫だなとかね、人の目を気にしちゃうとか、そういうところから抜け出して堂々と自分らしくいられるようになっていくよっていう風にも出てきています。これが出会い運そのもの、あなたのね出会い運として入ってきています。ではこの後ね、じゃあこの人と出会ったらどんな恋愛をしていくの、どんな風に流れていくのっていうところで見ていきましょう。実際お付き合いっていうところまでいけるのかどうかっていうところもありますよね。どんな風に流れていくんだろうっていうところでもらっていきます。はい、では見ていきましょう。そうですね。お友達からの紹介とか、人を介して知り合うとか、そのような流れになる可能性も出てきました。そうですね。最終的にはあなたがちゃんと見て、見極めて、決めて、そして一人で独断することなく、ちゃんとお相手と話をすることっていうのが出てきています。お付き合いに行くかどうかっていうのはあなたが決めるんじゃないかなっていうのが出てきます。お相手の方は乗り気なんですよね。積極的にアプローチしてきてくれるでしょう。あなたのことをいいなって思ったりとかすると思うんですよね。そしてお誘いっていうところがあります。声をかけてもらったりとか、デートのお誘いっていうのも積極的にこの方が働きかけていくと思うんですね。そして総合して言えるのはバランスっていうのが入ってきます。ここどっちもバランスですね。
それはいろんなところで入ってくるかも。全体的にバランスっていう風に出てきているので、今安定していないものを安定させるっていうのを意識向けていくこともそうだし、自然と安定していくよってことも出てきているし、あとあなたがどのようにバランスをとっていくのかっていうところもね、注目してください。大きくね、バランスが入ってきました。まだ選べないとか、そうだな、あとそのバランスの他には選ぶとかね、あと相手を理解していくっていうのも大切になってくるんじゃないかっていうのが出てきていますね。時々喧嘩しちゃったりとか、この人とね長くお付き合いしていくと衝突したりとかする時が出てくるかもしれない。この人飽き性だし、そうですね、なのでちょっとなんていうのかな、新しいものにどんどん飛び乗っていくので展開が早いんですよね。次はこれ、次はこれ、この前までこうじゃなかったみたいなことがあるかもしれないんですよね。そこについていけないわっていうふうに思ったりとか、どうやって調整取ろうかなって思ったりとかね、そういうのもあるかも。お仕事そのものが、この新しく出会うお相手がね、不規則なお仕事をしている可能性もある。だから調整取るのどうしようかなっていうようになるのかもしれません。でもそこを深く理解し合っていくことっていうのがポイントとして入ってきます。あなたは理解しようって、そしてお相手も歩み寄ろうって、お互いが歩み寄る姿勢っていうのをちゃんと見せていくので、衝突しちゃってもうダメだとかじゃなくて、衝突もあるんだけどより深く理解していきたい、歩み寄っていきたいっていう気持ちがお互いあるから、だから喧嘩して終わりとかそういうことではないので、でも嫌なこととか辛いこととかあっても絶対に辛い思いを一人で抱えないでっていう風に入ってくるんですね。ここ障害のところです。このお相手との流れなんですが、あなたの中で今現在ね、出会い運のところでソードの点が入ってきていました。自分自身でも新しい出会いないんじゃないかとかね、そういうふうに思っている状態です。そこから抜け出したいってあなた自身が思っていかないと、この人との出会い流れていかないし、この人がいくらあなたに声かけてくれたとしても、あなたが自分の殻に閉じこもっているんだったら、そこからご縁は広がっていかないよっていうふうに出てくるんですね。相手をしっかり見極めることも必要だし、相手を理解していくこと、理解したいって思うしね、思うからこそ大切にしていきたい。それだけ躊躇してしまうってところもあるし、自分に自信がないとかね、そういうところにもつながってくるんだけど、何回も関係性見直してより良いものをしていくためにあなたが決めていくんだっていうのが出てきます。決めるための材料を集めてくださいっていうこともそうかな。このお相手の動き、この人ね、すごく単純明快というか分かりやすいんです。変わりやすいのもそうなんだけど、新しいもの好きとかね、あちこち飛び回るのが好きとかっていうのもあるんですが、嘘ついたりとかしないから分かりやすいんです。今これに興味があるとか、今あなたに会いたいとか、今なんですよ。で、今からなのみたいなことで、っていうふうに思うかもしれなくて、その都度ね、お互い歩み寄っていくんだけど、あなたとしては今みたいに思う時があるかもしれないんですよね。だからそういうところで多少この人ちょっと変わってるなとかね、今夜なんだけどとかね、そういうことがあるかもしれないんだけど、私全部はちょっと付き合えないかもって思うかもしれないんだけど、それで何回も見直して、あとはあなたがこの人とお付き合いするかどうかっていうところを最終的に決めるんだっていうのが出てきますね。選ぶっていうところです。バランスと選択、この2つのワードがこの3番さんの鍵になってきそうです。この人と出会うとちょっと振り回されると言ったら言葉がね違うかもしれないんですけど、ある意味振り回されるところがあるかもしれないですね。さっきまでこういう発言していたのに、今そっちに興味あるのとかね、それは私が好きとか嫌いとかそういうことじゃなくて、この人の生活スタイルがちょっと変わりやすいのかなっていうところはあります。
今これ資格取るために頑張ってるんだよねとかって言ってたんだけど、1週間後になったらやっぱり違う試験にするとか違う資格にするとか言い出したりとかして、って周りがびっくりするようなことをするような方なので、新しい商品が出たから並んででも買いに行くとかね、そこであなたが慌ただしくなるような感じですね、わって思うかもしれないので、気持ちが落ち着かないかも。一番最初この人に会った瞬間、一番最初の頃っていうのは、慣れるまで慣れてくると、またいつものあれだなっていうふうに思うかもしれないんだけど、そこをねどう噛み砕いてうまくお付き合いしていくかっていうところですね。出会いの可能性一番高い人の特徴はこういう人だよってことはお伝えしたんですが、その人とじゃあお付き合いしていくんですかっていうところで見ていくと、そこはそのあなたがどう判断するかによって変わるのかなっていうのが出てきますね。どうでしょう。ただね、あまりストレスになることだったりとか嫌だなって思うんだったら、そのように判断してもいいと思うし、無理にね我慢してお付き合いすることないので、何回か見直ししてみて、で自分にとって一番いいなって思う距離感でお付き合いされるのが一番いいんじゃないかなと思いました。あと、あまり固く捉えすぎずにね、もうこう言ったからこうなんでしょうとかじゃなくて、こういうね流れに乗るのが上手い人なんだなっていう風に思っておいて、そう流れるのが好きなんだなって、流れ人なんだなと思って、もうそのあたりはじゃあ私は私でここはね自分時間大事にするわっていう感じで、うまくバランス取れるんだったら良いお付き合いがしていけるんじゃないかっていうのも出てくるんですね。ただこの人と出会うことによって今までの苦しみから抜け出すことができるし、あなた自身がまず整っていくんですよね。モチベーションが上がっていく、ドキドキもする。さあこの恋愛乗っていくか乗っていかないかっていうところで、このときめきに乗っていきたいっていうところも出てくるからね、前向きに捉えていくといいんじゃないかと思います。でもこの人はね、個性的だなっていうのが伝わってきます。嘘をついたりとか騙すとかそういう悪い意味じゃないんだけど、個性的だよねっていうところがあるから、チャリオット出てるんですけど、この人のやり方で向かってくるんじゃないかなっていうパワーもすごくあるし、それがねあなたのハートのど真ん中にドストライクで入ってきてくれるんだったら、ズッキュンってきていい感じっていう風になるんだけど、時々ねずれる可能性があるんですよね。深夜に会いたいって言われたりとか、いや明日仕事なんだけどとかね。あとこの人が割と時間にとらわれないところがあるから、遅刻してくるとか急にキャンセルして違う日でもいいとかね、いきなり言われたりとか、そういうことがあるので、そこにあなたがそれでもいいよって、私は好きだしって思えるんだったらうまくやっていけると思うしっていうところで、あなたがどんな風に判断していくか、しっかりと状況を見極めて、そしてもし困ったことがあるんだったら周りの人に尋ねてみて、どう思うっていう風にアドバイスもらってもいいと思います。ではラッキーカラーをもらっていきましょう。カラーカードからメッセージ、アドバイスとラッキーカラーです。この人とうまくお付き合いするためのアドバイスでもいいですし、あなたが新しい出会いへ向けてのアドバイスでも構いません。お受け取りください。そしてラッキーカラーです。ラッキーカラーはライラックです。薄い紫でしょうか。そして数字は42という数字が入ってますので、この数字もラッキーナンバーとしてお受け取りください。ワードは信頼を深めるっていうワードですね。そうですね。今ソードの点も出ていたので、なかなか人を信用できないとか、新しい出会いに向けて前向きに取り組めないとか、新しく出会うのが怖いとかっていうふうに思うかもしれないんだけど、誰かを信じる気持ち、信頼関係を築いていく、そのような姿勢っていうのも改めて確認してみて、そしてこの人と信頼を深めていけるのかどうかっていうのをちゃんと見極めてやっていけると思う。あなたも器用だし、お相手も器用な方だから、2人が波に乗っていく、波長が合うちょうどいいタイミングに乗っていけば2人とも器用にやっていけるので、
対応してる消えるってことですね。どっちかがダメになっちゃったら、じゃあまた次でいいよとかね、一つのことにこだわって、もうあの時ダメって言ったじゃんとかね、そういうことで喧嘩しないで、もうじゃあ次行こうっていう風になっていけるから、そこは臨機応変に対応していくのがベストですね。どっちかっていうと、一個のことでこだわって、もうあの時言ったじゃんっていう感じで喧嘩しちゃうよりは、そうだねって、じゃあ次行こうっていう風に軽くやっていくと、うまく付き合っていけるのかなっていうのも出てきていました。そうですね。目に見えない絆、ご縁とか気持ちとかっていうところで計り知れないところについて恐れる必要はなくて、自分の直感を信じて、あなたがもう私進んでいきたいと思うんだったらやっぱり進みましょうっていう風に出てきていますし、いやこれはね、時間かけてまず信頼関係を育んでしっかりしたものにしてからお付き合いしていきたい、進めていきたいと思うんだったらそうしましょうっていうところで、やはりそうですね、コントロールはあなたのところにあるんじゃないかと思います。勢いはあるんですけどね、決めるのはあなた、その OK するかしないかっていうのはあなたになってくるんじゃないかなと思いました。そしてあとはこちらのお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。こちらのカードは、愛を夢見てくださいっていうカードです。無条件に自分自身をまず愛しましょう。あなたにとって大切なことに時間を捧げると、より豊かさへつながります。あなたが変われば世界も変わりますっていうメッセージですね。まずは自分だよっていうところで、自分軸を取り戻すことだったり、自分を信じてあげること、自分のやりたいことをやってみる、自分自身を解放させていく、あなたが変われば世界が変わるっていうメッセージでした。ぜひこちらもお受け取りください。今回はこの春恋愛的に新しい出会いはありますかっていうのをテーマに、出会いをメインに見ていきました。3番さん、出会いはあります。そしてあなた自身が変わっていく可能性がすごく高いんですが、その中でもよく見て見極めて選んでいってねっていうのが出てきていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。今回は春新しい出会いはありますかということで、恋愛的に新しい出会いありますかっていうのをテーマに見ていきました。まず出会いの可能性の高い方の特徴と、あとその方とどんな風になっていくのか、またそしてあなた自身がもともと今現在どんなコンディションでどんな出会い運の流れになっていくのかっていうところで分けて見ていきました。中にはそのお付き合いまで発展する可能性があるっていう流れになった方もいましたし、お付き合いするかどうかっていうのはどんな風に決めていくっていう風になった方もいますし、それぞれ分かれていきました。絶対的にお付き合いするよというわけではなくて、出会いはあるよっていうところと、その人とじゃあどういう風になっていくっていうところは、出ているかなと思いましたね。はい、というアフタートークでございました。今回はこちらですね、星7さんのティータイムヌノルマンオラクルカード、こちら32枚のオラクルカードなんですが、こちらから3択でプチ占いを行っていきたいと思います。そして今回ですね、新しいお香を使ってるんですけど、このお香がね、受け皿よりもはみ出して灰が落ちてきてしまって大変申し訳ありませんでした。ちょっとこの辺りね、軽く拭いたんですが、少し色が暗くなってるかもしれません。なのでこっち側でなるべくやるようにしています。で、気をつけないといけないですよねということがありましたっていう話でした。ごめんなさい。特に1番さんの時にこの辺りに灰がこぼれちゃったなっていうのがあったので、1番さん申し訳ありませんでした。はい、では見ていきましょう。プチ占いです。しまっていきますね。そう、今週2月今週っていうか2月っていうか今週ですね。今週は1週間ずっと雨なんですよね。全国的にお天気が悪くなってるんじゃないかなと思っていますが、
私は関東地方に住んでるので、関東はもう1週間もうずっと雨だよっていう予報が出てきています。なのでね、少しね、外も暗くて雨が降っていてっていう感じの天候です。そして今回3択プチ占いなんですが、ね、今出会い運で見ていったんですね。だけど今のこのプチ占いは今のあなたにとってどんなことを意識すればより良い流れになっていくかなって総合的に見ていきます。出会いだけじゃなくてね、今の恋愛どう進めていけばいいかなとか、恋愛だけじゃなくて今どんな風に過ごしていったらいいかなとかね、あなたが今気になることです。お仕事気になるなっていう方はお仕事として捉えてご覧ください。メッセージもらっていきます。どんな行動をすれば引き寄せ、より良い引き寄せになるかなっていうところです。では3枚もらっていきます。この中からお好きなものを1枚お選びください。選択肢関係なくね、はい、左、真ん中、右でお選びください。ではお選びいただいている間に少しだけトークをさせてください。先日はチャンネル開設1周年記念とチャンネル登録者様5000名様突破記念ということでライブ配信少しさせていただきました。皆様から寄せていただいた温かいコメントを読ませていただきました。本当にありがとうございました。これからも1年間頑張っていきますのでどうぞよろしくお願いします。ライブ配信の時のように失敗することも多くあるんですが、そうですね、いろんなことを失敗すること多くあるんですが、それも踏まえて全部受け止めて前進していくつもりでやっていきますのでどうぞまた1年よろしくお願いします。はい、ではお選びいただきましたでしょうか。早速見ていきましょう。右側から見ていきます。右をお選びいただいた方です。大釜、これは32枚あるオラクルカードの中で最後のカードですね。区切り、そして終わりを表すカードです。何かを終わらせるために区切りをつけましょう。もしくはあなたの中で区切りをちゃんとつける、区切っていくっていうことですね。ジャンル分けするとか、ここからここまでとか、ここからここはこの時間とか、そのようにね、メリハリをつけるっていうことかもしれません。あなたの中で何かを刈り取るとか何かを区切るっていうところでやってみてください。あんまりいまいちピンとこないなっていう方は今までずっとね1年間使ってこなかったものを処分する、お部屋の中をきれいにすることだったりとか、あと連絡帳の整理とかね SNS の整理っていうのもいいと思います。はい、このカードですね、お掃除するようなイメージだと思います。そうですね、区切るっていうことであんまりイメージつかないなっていう方はそのようなことをやってみてください。そして真ん中をお選びいただいた方、リング、指輪のカードが入ってきました。これはもう絆とか約束、契約ってそのままですね。はい、もし好きなお相手がいらっしゃる方で恋愛で今見てるよっていう方はそのままメッセージでお受け取りください。約束を交わしましょうっていうことで、今できることで構いません。お誘いしてみるとか声をかけてみるとか連絡先を教えてくださいって勇気持って言ってみるとか、何か約束をするとかっていうのがいいんじゃないかなと思います。あと自分から持ちかけることっていうのもいいかもしれません。あと恋愛だけじゃなくて今仕事で見ているよとか生活全般で見ているよっていう方でも約束しっかり守ろうって自分の中で思ったりとか、あと記念日をお祝いするっていうのもいいですし、契約が取れる時期なので新しい仕事が舞い込んでくるチャンスでもあります。それにうまく乗っていきましょうっていうこともあるかも。お誘いもらったら全部乗っていくぞっていう気持ちで取り組んでみるとかね、そういうのもいいと思います。はい、ではそして左をお選びいただいた方はユリのカードです。ユリというのは純真だったり秘められた魅力っていうのも表してるんですが、こちらのティータイムヌノルマンオラクルカードは香水っていうのもメッセージとして入ってるんです。なのでラッキーアイテムとして香水いいかもしれない。香りがあんまりね
得意じゃないんですっていう方は控えめな香りを取り入れてみるとか、香水苦手ですっていう方だとしたら少し香りのついたハンドクリームを使うとかね、香りのあるものっていうものを取り入れてみるっていうのがラッキーアクションです。そうですね、純粋なお気持ちっていうのが伝わってくるので、今あなたがもう無償にやりたくてしょうがないこととか、なんとなくやってみたいなって思ってることとか、そういうお気持ちを大切にしてください。お仕事、生活全般でやってみたいなと思うことがあったら新しく始めてもいいと思いますし、湧き上がってくる思いっていうのを大切にしてくださいっていうカードでした。それぞれのメッセージをお受け取りください。はい、では、今回冬のこの時期の出会いについてのリーディングがなかったので、秋以来の春出会いがありますかっていう出会いのリーディングを行っていきました。よろしかったらコメントなどお寄せください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。